アンモサ製作所です。メカトロイーゴとエヴァンゲリオンのコラボ製品である、エヴァ8号機をキャンディーと称します。あと、同封されているレジンキットのマリも、メガネだけキャンディーにします。レジンキット初めてなので色々ご了承ください。結構、大きい箱です。普通のメカトロイーゴの箱は量販店で見かけたことがありますが、一回り大きい箱でちょっと驚きました。では、内容物の確認をしていきます。ガンプラの HG と同じような組み立て解説書です。パッケージは1袋にたくさんのランナーがパッケージされてますね。こっちは外装のパーツが入ったパッケージです。こっちもランナー多めです。あとは水転写式のデカールですね。パッケージは2つですがランナーがたくさんあるので、パーツはそこそこありそうです。では作っていきましょう。このメカトロイーゴは量販店のコーナーで、見かけて気にはなっていたんですが、馴染みがないせいかちょっと購入まで至らないプラモデルだったんです。そんな時に、エヴァコラボ製品があることを知りました。このメカトロイーゴは腕がパワーアームになっていて、新エヴァンゲリオン劇場版をイメージさせて興味をそそられ、付属でマリのフィギュアもつくということが決定だです。フィギュア作ったことないんですが、並べたら良い感じではと思いました。さて、作業開始です。ガンダム作成時にも言いましたが、今回は一気にパーツを切り出して作っていこうと思います。ランナーごとにひたすら切り離し、ゲートの残りを切り離し。やっぱりこういう作業は一気にやる方が効率が良さそうです。一通りパーツの切り離しが終了しましたので仮組みします。ダボが折れてる。外しやすくなるのでいいんですけど、重要な場所でなくてよかった。パーツから飛び出てるからですかね。あと、今回は後はめ加工は必要なさそうです。パワーアームとか接合面が見えないようにパーツ分けされてました。長谷川製品は初めてですが、塗装しなくてもいい感じに組み立てられそうです。はい、素組みまで完了しました。肩のパーツともものパーツは接合面が見えますね。ここだけ合わせ目消しすれば良さそうです。接合しても構造的に後はめできます。色々面白いギミックがあるんですね。これから表面処理を行います。接着&表面処理中。表面処理が終わったのでこれから塗装です。まずは、今回の主役のピンクからです。色はクリアホワイトにクリアピンクを混ぜで作成。入れすぎるとすぐピンクになりすぎるので、ちょっとずつピンクを足して色を合わせていきます。一旦、調色終了。試し塗装。ジャンクパーツで色の感じを確認したんですが、こんな感じ。下地に X シルバーを塗ってから、調色したピンククリアを塗りました。若干、予想はしてましたが、クリア層が厚くなると普通のピンクになってイメージと違う。少しはメタリック感が欲しいんだけど。ということでホワイトパールを直接混ぜて、メタリック感を出そうと思います。ホワイトクリアもピンククリアも濁ってるので、厚塗りには向いてないんでしょうね。調色したピンククリアに対して 30% 程度のホワイトパールを追加。こんな感じになりました。なんとなく透けないなら混ぜればいいんかなと思って試しましたが結果オーライでいい感じになりました。塗り重ねた時にどうなるかわからないけど、今回はこれでいこうと思います。早速、ピンクから塗装します。このピンクのベースカラーですが、クリアにメタリック混ぜてるのでシルバーなどのメタリックはやめました。ブラックだと暗くなると思うので、ニュートラルグレー1にしました。
ホワイトでもいいと思うんですが、ニュートラルグレーの方が隠蔽力とメタリックの発色が、いいのではと思ってます。どっかで検証しようかな。下地塗装が終わりましたが、合わせ目消えてなくて修正です。下地がグレーだと下地の処理不足もわかりやすいかもしれませんね。錯視ないのでちょうど良かったです。調色したピンクの塗装です。結構、濁ってるのですぐ色が出てくるのかなと思ってましたが、意外とちょっとずつしか色が乗らない感じです。なので結局、3度塗りしました。一応、キャンディー塗装になるんですかね？なんかチリがついてますが、これは乾いてからであれば爪で取れます。ほんと、チリとの戦いです。これで一旦ピンクパーツ終了。いい感じなりました。パール入れてないとの差はこんな感じ。次にパワーアームの塗装です。イエローの V は在庫にあったキャラクターイエローです。これもベースカラーとしてニュートラルグレー1を塗装してます。ブラックのパーツ以外は全部ニュートラルグレー1にしてます。パワーアームの爪の部分は、キャラクターイエローにスーパーイタリアンレッドを少し足して作成。調色はピンク同様、各斑棒でちょっとずつ足して作ってます。組み立て説明書のカラーを買うと、在庫ばかり増えていくので、多少色が違っても、在庫減らすために調色して使ってます。黒部品などは艶消しブラックなので、最後の方でまとめて塗ります。ということで塗装が終わったパーツにデカール貼ってたんですが、大失敗です。もともとデカール貼りは得意ではないんですが、こんな曲線にどうやったら綺麗に貼れるの？とはいえここからの復旧は無理だと思うので、マスキングして塗装します。やってしまった。下側のデカールまで持ってかれました。もうここまで来たらこのパーツのディカールは全部剥がして、全塗装です。この機体はパーツ側に何も目印がないので塗りは消しづらい。なんとか目測でマスキング完了。あとは塗装して終わりです。背中のパーツの塗り分けでマスキングミスしてしまいました。しっかりマスキングしてるつもりなんですが、入ってきちゃうんですね。これくらいだと8000番のスポンジで消せるので許容範囲です。はい、消えました。ここまででロボットのパーツすべての塗装が終わりましたので、マリを作っていきます。まずは白さくして継ぎ目をカンナかけ、ヤスリなどして、表面処理をしていきます。初めてなので、ネットで調べながら悩みながらです。下地処理が終わったので、一番明るい色のホワイトで塗装。塗装後、残すところをマスキングします。マスキングが終わりました。目はマスキングゾルを使用してマスキング。あなたは誰って感じですね。次に肌色を塗装して、同じように肌色部分をマスキング。このフィギュアはパーツ分けされていないので、マスキングがすごく必要ですね。次は水筒の水色ですが、水筒とネクタイの緑は筆塗りです。水筒、細かすぎ。だいぶはみ出してますが、濃い青で上塗りするので問題ないです。ネクタイとカチューシャの塗装も終わったので、髪の毛の塗装します。筆塗りした部分をマスキング。もう、ミイラ状態。髪と靴は場所も離れているので、一気にエアブラシで塗装。これから楽しいマスキング剥がしです。細かいマスキングテープをたくさん貼っているので、塗装が漏れてないか心配です。ここまでは大丈夫です。フィギュア作ってる方たちは、いつもこんな感じで塗装してるんですかね？マスキングしては塗装の繰り返しで、心が折れそうになります。
その分、完成した時は、嬉しいんですけどね。水筒の水色が入り込んでしまってました。毛細管現象なんでしょうかね。これを見越して、水筒とネクタイはアクリジョン塗っているので、後でマジックリンで落とします。最後に顔の部分のマスキングを取っていきます。髪の毛はラッカーなので染み込んでないことを祈ります。水性塗料の部分が染み込んでいますが、修正ができる範囲で収まった感じです。細かい部分でラッカー部分の塗り残しなどもありますが、筆で直します。あとは目と太鼓です。ここからは全部筆塗りです。目の中の塗装が終わってまつげ部分を塗っていきます。一筆分ぐらいしか塗るところがないので苦戦。塗っては修正の繰り返しです。こういう時に水性塗料はいいですね。何度でも修正できます。最後に眉毛を描いて顔も終わりです。はじめはやるつもりなかったんですが、目にツヤが欲しいと思い透明レジンで目を盛ります。目の周りに溝があったので、これは結構楽にできました。紫外線で硬化中。硬化完了。いい感じではないでしょうか。塗装が終わったので組み立てに行きたいところですが、今回はいつもよりピカピカにしたいので外装を磨きます。1万番のスポンジやすりで水研ぎしてコンパウンドで磨きます。違いわかりますかね？右側が磨いた後です。目で見るとだいぶ違うんですが、映像だとわかりづらいですね。では、組み立てです。この時点で大雑把に組み立ててるので、あとは組み合わせるだけです。今回はマスコット的なプラモデルで、どうなんだろうなと思ってましたが、作ってみるとこういう世界観も楽しいかもと思いました。たまにはこういうの作るのもいいと思うので、これを見て興味を持った方はぜひ作ってみてください。ちなみに、長谷川さんとは何の関係もありません。ここは結構、目立つので綺麗にできてよかった。ここはブラック指定でしたが、本来の8号機はパープルなのでそうしました。目の中も水転写のデカールでしたが、グリーンの反射テープに変えています。塗装を自分でしていると、こういうアレンジができるので、楽しくなります。このリアの外装はだいぶミスしてしまいました。左右のピンクの部分がフロントの色と違うので、同じ色にしようかとトップコート後にマスキングして、塗装したんですが大惨事でした。塗装完了後、マスキング剥がしたら、塗装膜とデカールの一部が剥がれました。修正したんですがこれが限界でした。完成映像でもきっと気づくと思いますが、どこかのタイミングで直したいと思います。V58 号機の完成です。次にマリです。パーツが2つしかないので、接着するだけです。はい、完成。これで両方とも完成しました。はじめはパーツも大きくて簡単に作れるかなと思ってましたが、思いのほかやることも多く予想以上に時間がかかりました。でも、出来栄えは予想の2倍って感じで満足度が高いです。色々ミスもありましたが、自分の中では合格点です。2つの制作で長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。あと、いいねやコメントありがとうございます。嬉しい限りです。また、見に来てくださいね。では、さようなら。あ。太鼓の下の紐ないじゃん。